皆さんこんにちは。シルバーフォックスライフへようこそ。今回は私が所有するイタルジェットドラッグスター200と最新のエイクマ2025のイタルジェット情報をお届けします。イタルジェットドラッグスター、イタリア本社がアーバンスーパーバイクと呼ぶ唯一無二のスクーターです。小さなボディに秘められた野心的な構造とデザインは世界中のライダーを魅了してやみません。イタルジェットは1959年創業。1998年に登場した初代ドラッグスターは当時から未来的デザインで注目を浴びていました。こちらが私が購入したドラッグスター200リミテッドエディションです。カラーはブラック&ゴールドで、フレームはイタリア空軍の戦闘機を思わすグレーカラーでした。トラスフレームとハブステア機構を備え、まるでモーターショーから飛び出してきたかのような存在です。実際にイタルジェットはこのバイクをスクーターではなくアーバンスーパーバイクと定義しています。なんといってもイタルジェットの最大の特徴は片持ちアームのハブステア方式でしょう。 ISS インディペンデントステアリングシステムはソーダとサスペンションを分離するフォークレスな独立前輪機構で安定したブレーキの挙動、ハンドルへの振動低減、そして独特の剛性感とスタイリングをもたらしています。ドラッグスターには125、200、300の3モデルがあります。選び方はシンプルです。125と200は車検が不要なため、駆動系チューンやレーシングマフラーなど純正オプションを含む幅広いカスタムを自由に楽しめます。特に200の方は高速道路に乗れるため利便性とカスタム自由度のバランスが魅力的です。そして私は200の方を選んでいます。300は圧倒的なパワーを誇り TFT カラー液晶メーターが標準装備されます。しかし車検が必要となるため改造の自由度は制限されると思います。ドラッグスターオーナーの多くがカスタムを楽しんでいます。またイタルジェット本社もカスタムに対して積極的なアプローチで臨んでいて、定期的に魅力的なカスタムパーツをリリースしています。車や大型バイクに比べると一つ一つのパーツがとてもリーズナブルな価格なので気軽にカスタムを楽しめます。私のドラッグスターは純正オプションに加え、アクラボビッチスリップオンマフラー、マロッシ CVT クラッチキット、各種カーボンパーツ、ステアリングダンパーやゴールドレバーなどカスタム総額は約100万円、本体と合わせて170万円くらいとなっています。さらにヘオスデザインのレーシンググラフィックでボディ外装のカラーを変更しています。これはジオスと書いてメキシコなのでヘオスと読むと思います。これはステッカーなので剥がせば元のカラーに簡単に戻せます。またオリジナルペイントのプロテクションにもなっています。こちらは同社の MX ジャージーです。背中にはシルバーフォックスのロゴとナンバー、そしてネームを入れていただきました。ヘルメットは世界的に有名なインドネシアの新アベデザインに依頼しました。省エ X14 をベースに原案では横にイタルジェットのトラスフレーム、エンジン、フロントアームで表現してもらい、後方はアクラボビッチマフラー、トップはイタリアのトリコロールカラーにしています。下地にはカーボン柄を描いています。これは本当に大満足の仕上がりでした。そして私が特に推したいアップデートが125、200用の TFT ダッシュレトロフィットキットです。従来の白黒メーターは見づらく回転数も分かりませんでした。カラー液晶に換装するとプーリー交換後の回転数が一目で分かり、セッティングの楽しさが倍増しました。作業はディーラーにお任せして作業の記録簿を取っておくことをお勧めします。私の場合は以前までの走行距離を記録したテープをフレームとメーターの裏側の2箇所に貼ってもらいました。アクラボビッチマフラーもおすすめです。音の快感成分である F 分の1揺らぎが感じられる非常に心地よいサウンドです。
CNC アルミニウムキャップもおすすめです。クラッチカバー、ホイールキャップ、ISS アームキャップ、マスターシリンダーカバー、ハンドルバーキャップ、フレームプラグなどすべてゴールドの CNC アルミ製に変更しています。これでかなり雰囲気が変わり、特別感が出ました。アルミ製フットプレートは見た目の豪華さだけでなく、クラッシュ時のプロテクターにもなっています。MotoGP マシンのようなカーボンウィングレットはサイドパネル8箇所に穴を開けて装着します。イタルジェット純正のカーボンアンダーシートカバーです。これはシートを外して取り付けるためちょっとだけ時間がかかりました。こちらがカーボン TFT サラウンドです。メーター周りに高級感が出ました。こちらが人気のステゴザウルスリアウィングポットです。ボルト2個で簡単に装着ができます。ドラッグスター200で試したサーキット走行での最高速は127キロから135キロの間でした。MotoGP ライダーのように伏せれば7キロから8キロほど簡単に速度は伸びていきます。そして多くの人が誤解しているのがフロントとリアのウィングレットです。スクーターに空力パーツなんて意味がないという人もいますが、それは大きな間違いです。むしろパワーの小さく車体が軽いスクーターだからこそ効果は顕著に出てきます。特にフロントウィングをつけてからは高速域での安定性は格段に向上しました。イタルジェットドラッグスターはハブステア特有の特殊な乗り方が必要とされます。ブレンボキャリパーをおごったブレーキシステムはスーパーバイク並みによく効きます。効き方もソリッドでまるでレースバイクのようです。ドラッグスターを乗りこなすには独特のテクニックが必要です。それはリアブレーキを先に使うことです。普通のバイクはフロントフォークを沈めてトラクションを得ますが、ハブステアを採用するドラッグスターはフロントブレーキをいくら握ってもフロントのサスが沈みません。しかしリアブレーキを軽くかけると視点が下がり、フロントが沈み込んでスムースにコーナーリングできます。これを理解していないとコーナー進入でつんのめるような不安定さを味わうことになります。フロントサスの構造が普通のバイクと違うことを常に念頭に置いてライディングする必要があります。まずはフロントブレーキを握ってダイブさせます。今握ってます。全然フロントが沈みません。次にリアブレーキを握ります。今リアブレーキ握ってます。フロントダイブさせます。フロントが下がります。このピボットの位置とサスペンションの動きを見てください。もう一度今度フロントブレーキ握ります。全然フロントが沈みません。もう一回リアブレーキを握ります。リアブレーキ沈みます。このようにドラッグスターは上級者向けと言えますが、構造を理解し操れるようになった瞬間、その難しさは大きな喜びに変わります。私自身も最初は戸惑いましたが、1ヶ月ぐらいで車体の動きに慣れてスムースに運転ができるようになりました。もう一つこのバイクにつきまとうのが、時速35から40キロ付近で発生するシミ現象です。フロントが小刻みに暴れる症状です。英語ではワブリングとも言われています。私も何度か経験しましたが、サス調整である程度は収まるものの完全には消えませんでした。そこで導入したのがマイカーエンジニアリング製のスタイリングダンパーです。通常はスタイリング近くのコラム上部に取り付けるのですが、こちらはスタイリングアクセル付近に装着する革新的な設計となっています。ISS からスタイリングまでは細いロッドを介しているだけなので、前輪の振動をアクセル付近で直接抑え込む方が効果的と言えます。
取り付けは純正ボルトを外し、アルミブラケットを装着してボルトで固定します。その効果は絶大でした。最弱設定でもシミ現象は消え、見た目もレーシーになりました。ドラッグスターの複雑な機構にここまでフィットさせた技術はまさに革命的と言えます。このシミ現象の対策はメーカー側も対応しているようなので、詳しくはディーラーに聞くことをお勧めします。イタルジェットドラッグスターはただのスクーターではありません。強固でありながらしなやかなトラスフレーム、独創的なハブステア、特殊なドライビングテクニックを要するマニアックなバイクです。バイクデザインはライダーが一体となって初めて完成されます。ファッションやヘルメットはライディングと同じぐらい大切な自己表現です。このバイクに乗るとき、特にそう感じています。東京の街をこのバイクで走っていると時々聞かれることがあります。これはバイクですか？それともスクーターですか？答えは一つ。これはアーバンスーパーバイクです。今週からイタリアのミラノで開催されるバイクの祭典エイクマ2025でイタルジェットがとんでもないバイクを2台発表したので速報をお伝えします。メーカーの公式発表を翻訳しました。エイクマ2025、世界が待ち望んだ瞬間、ついに登場です。ドラッグスター459ツインスマートシフト。オートマチックが欲しい、その声はちゃんと届いていました。私たちはドラッグスター700を真のライダーのためのマシンとしてマニュアルトランスミッションにこだわってきました。けれど多くのファンがそのデザインを愛しながらももっと気軽にもっと自由に乗りたいと願っていました。その思いに応える形で生まれたのがこの新型ドラッグスター459ツインスマートシフトです。兄貴分である700と同じプラットフォームを受け継ぎ、アグレッシブなスタイリング、そして一目でわかるイタルジェット DNA をそのままに。ですがこれはただの CVT ではありません。私たちは新開発のスマートシフト、イタルジェット独自のインテリジェントオートマティックトランスミッションを搭載しています。オートモードではマキシスクーターのようにスムーズなクルージングを、そしてハンドルバーのパドル操作でギアを自在に操る瞬間には走る喜びがあなたの手の中に戻ってくるでしょう。気分次第でクルージングにもスポーツライドにも、それがスマートシフトの真骨頂です。ドラッグスター459ツインスマートシフト、2026年初頭に登場予定です。ドラッグスターファミリーにかつてないテクノロジーと興奮をお楽しみください。エイクマ2025、その最後を飾るのはイタルジェットが未来への方向性を示す1台、その名もイタルジェットロードスター400です。これはかっこいいですね。ドラッグスターの名を超え、レトロな美学と最先端のテクノロジーを融合させた全く新しいコンセプトモデルです。イタルジェットがこのマシンで目指したのはただのスクーターではありません。それは動くアートインモーション。デザインは往年の名車のシルエットに敬意を払いながら戦闘機からインスピレーションを得ています。サイドパネルはジェット機のタービンインテークを思わせる造形。そしてそれは単なるデザインではありません。ツインラジエーターへ空気を導く機能を備えた本物のエアダクトです。さらにイタルジェットの象徴でもあるシングルアーム構造を進化させた新技術 DLAS を初採用。精密なステアリングフィールと唯一無二のビジュアルを両立しました。イ
イタルジェットは過去の名作に敬意を払いつつも決してコピーはしない。創造し進化する。そしてこのロードスター400こそその哲学を体現する一台です。細部に宿るこだわりにも注目です。ツインアクラボビッチマフラーの間に配置された露出型のリアショック、削り出しのスポークホイール、精密なトレリスフレーム、すべてがイタリアンデザインとエンジニアリングの結晶です。イタルジェットロードスター400、それはスクーターという枠を超えた存在。スタイル、パフォーマンス、そしてデザインの最端。この美しさ、この存在感、世界にこれと同じものはありません。ご視聴ありがとうございました。いいねボタンとフォローしていただけたら嬉しいです。それではまたお会いしましょう。